されども、シェフのジョジョロです。今日はあれを作っていこうと思います。そう、あれです。もうお分かりですよね。親子丼を作っていこうと思います。もちろんどう作っても大抵美味しいと思うんですよ、親子丼というのは。また奇想天外なレシピが存在するわけでもないんじゃないかなと思うので、純粋にそれぞれの食材を丁寧に処理して、丁寧な下味をして適切な火入れをする、そんな寸法ですね。はい。鶏ももは気になる筋、油、あとは軟骨などを見つけたら取り除いておくことをお勧めします。特にこの皮の表面にうっすらついてる油、少し外しづらいんですけど結構残りがちで後で気になる存在なので、もし可能であれば外しておいた方がいいです。あとはこういったちょっと黄色い油ですね。気になりだしたら止まらないんですよ、こういうのは。次はこの筋の部分、これもゴシゴシしながら引っ張ってあげるとゆくゆくスッと取れる日が来るので、諦めないで根気よく向き合うしかないですね。それと鶏の皮は焼いた時に焼き縮みを起こすので、少しこのように包丁やもしくはフォークなどで穴を開けておくと、そういった焼き縮みが起こりづらいかもしれないです。それぞれの下処理が終わったら事前に塩をして味を染み込ませておきましょう。玉ねぎは今回は厚めにカットして芯がついた状態でゴロッとするようなね、そうした方が食べ応えもあっていいかなと思ったんですよね。この時は僕は本来そんなに玉ねぎ大好き人間ではないんですけど、ただね、しっかりと甘みを出してトロトロになった状態の玉ねぎっていうのは何とも言えないやみつきになる中毒性があるんで、なんかそうしたかったんでしょうね。そしてそんなに手間もかからないので、カツオと昆布で自分で合わせだしを取りました。市販に売ってる和だしの完成度が非常に高いので、わざわざ自分で作ることもないと思う方もいると思うんですけど、やはりカツオと昆布に含まれるグルタミン酸とイノシン酸のこの旨味成分の相乗効果っていうのはちゃんと取った合わせだしからは力強く感じられるので、やはりそこは市販の顆粒のものとは明確に違うんじゃないかなと思ってます。とこんなに時間もかからずにだしのベースが作れるこの合わせだしっていうのは改めてすごいなって思ってますね。フランス料理とかだとフォンドボーっていうだしを取りますけどね、子牛の骨から取るんでなかなか手軽にやろうっていう風にはなれないんですよね。煮込む時間も12時間とかかかってゆっくりと味を出していくので、とても家庭でやるのには実用的ではないんですよ。本当にすごい先人の知恵ですよ、カツオと昆布。そして塩をしてからなんだかんだ30分ほど冷蔵庫で休ませておいた鶏からは程よく水分が出てきたので、これを拭ってフライパンで焼いていこうと思います。その前にですね、親子丼といえば卵ですよね。卵も割って準備しておきますけど、この時に合わせだしをこのボウルの中に加えて卵と合わせて火を入れた時にとろっとした仕上がりになるような水分量
水分量だな。水分量にします。もし余裕があればこし器を使ってこのように卵のこしを切っておきます。オイルをひいてだいたい中火ぐらいで焼き上げていきます。この時は、そんなに温度が上がらない状態から鶏もも肉をフライパンに入れ始めて大丈夫です。全体が均一に焼き色がつくように少しお肉を押してあげるといいです。直接触ると熱くなってくるので、このようにスプーンなどを使って軟骨がついてたところなんかね、焼き色がなかなかつかないんで重点的に押しておくといいかもしれません。そして間髪入れずに玉ねぎも同じフライパンに加えて旨味をしっかりと移してあげます。いい感じの焼き色ですね。これぐらいだと最高なんじゃないですか。甘みがしっかりと出てきてると思います。あまり強火にしすぎるとね、程よい焼き色をすぐ通り越して焦げてしまうので、中火ぐらいがやっぱりいいと思います。いいんじゃないですかね。この鶏もも肉の焼き加減もほんの若干攻め気味の焼き色ですね。この後の工程にちゃんと意味があるんで、これぐらい攻め気味にしました。そしたら余分な油は捨てて、少しゴミじゃないんですけど、焼きカスが残ってるんで、それを拭き取ったら日本酒を加えてシュッとねさせたらアルコール分が飛ぶので、先ほど焼いておいた玉ねぎだけを戻して、その後に自家製つけ麺を加えます。ほんの少し甘みを加えたいので、砂糖を小さじ2ぐらいですかね加えて、これ結構煮詰めていくんで、煮詰めていく過程で砂糖がねキャラメリゼされていくので、とろみがついてくると思います。玉ねぎの色合いだいぶいい感じですよね。もうこれだけでね、はっきり言ってめちゃくちゃうまいんですけどね。さあ、これで先ほど焼いておいた鶏肉を戻して皮目を下にして少し蒸し焼きにしていきます。そしたらタレに程よいとろみがついてくるので、このタレを鶏に優しくかけてふっくらとさせながら味を染み込ませていくといったイメージです。照りもねいい感じに出て、先ほどのねちょっと攻め気味の焼き加減がいい具合になってると思うんですよね。そう思いますでしょね。しっとりと焼き上がったので、これももう引き上げてほぼ仕上げに入っていく流れです。フライパンの温度が下がらないうちに先ほど準備しておいた玉ねぎじゃない卵を加えてスクランブルエッグを作っていくような感じですね。これぐらいかなりトロトロに仕上げるといい感じです。そしたら最後に焼き上がった鶏肉を切り分けていく寸法ってわけです。さあ、それじゃあドレスしていきますか。合わせだしが染み込んだというか、合わせだしで炊き込んだご飯の上にさらに合わせだしと合わせた卵を乗せて、ゴロッとした玉ねぎ、これがねすごくいいんですよ。いいでしょ。そして中央には切り分けた鶏をゴロッと盛り付けて、とどめの卵黄を乗せたら勝負あったというところじゃないですかね。Bon appétit.
やばい、マジでうまい。うまし。親子丼の玉ねぎをこれほどうまいと思ったことがあったろうか。ご飯から米から香るほのかな出汁感もすごいいい。卵にもしっかりと出汁が染み込んでるし、あとはね、めんつゆベースのこの甘みのあるタレがかなりしっかり鶏と玉ねぎにまとわりついてて、キレを出してくれてる。これいっぺんやるべきだな。というわけで親子丼の動画でした。作り方は概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。Twitter や Instagram の方にもお越しいただけたら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。